強くなる重要な建物を10個公開します。優先度は後ほどお伝えしますが、強くなる重要な建物はどれなのかについてお伝えしていきます。1番県、本拠地。待って、気持ちはわかるよ。でしょうねって、みんなの総ツッコミを振り切って進めます。本拠地が重要なのは言わずもがなですが、なんとなくいいからって思ってる人もいるかもなので、念のために正確な理由としては、影響力が上がるからでもなく、できることとか増えるからでもなく、こちらが正しい理由です。英雄攻撃力の増加と英雄 HP 増加があるからです。きっと多くの人が影響力イコール強いというミスリード、いわゆるこのゲームの落とし穴に気づかずに頑張って増やしていると思います。そして知らず知らずバンバン落とし穴に落ちてると思います。まあゲームを始めたばかりの人は分からなくて当然だからね。もっと言うとチュートリアル的なシステムがトップヒーローズには概念自体がないので、ちゃんと全員落ちる落とし穴だと思って落ちたとしても笑っときましょう。私はね、落ちてから気づくタイプです。はい。はい、次。2番県、各種族の兵舎。こちらはなぜ重要なのかというと、兵士のランク、レベルを上げるために必要な建物だからです。単純な話、兵士のレベルが9よりもレベルが10の兵士の方が兵士のスペックが単純に高くて強いからです。さらに建物が40以上になると高機ランクのレベルの兵士にランクアップします。兵士のレベルはそのまま戦力スペックの桁違いな差に直結します。特に建物レベル40以降の高機ランクへの昇格は必須です。そしてどの種族の兵舎を優先的に上げればいいのか、ここで一つ重要な警告があります。それは本拠地のレベルを上げるときに弊社の強化が必須になります。ここで弊社の種類選択を間違えてしまうと、早く強くするという効率が劇的に低下します。時間と素材のリソースは二度手間になります。だから安易に種族を選ぶ行為は避けましょう。弊社はメインパーティーの種族を優先的に上げることが鉄則となります。ご注意ください。で、私サブパーティーにして二度手間になったのはここだけの話だよ。めっちゃ時間かかったよ。1ヶ月はね、長かった。そのぐらいの差が出た。3番県、各種族の像。こちらの建物は強化された瞬間に戦力が跳ね上がる即効性が高い建物です。理由としては高機レベル、つまり40以上に上げると解放される強力な効果があります。そうなんです。それが重要なんです。パーティーの英雄が同じ陣営の場合、英雄の攻撃力と HP がそれぞれ大幅に増加します。これね、増加する数値の振り幅がすごいから、そりゃ負けなくなるわけだよね。こちらもどの種族の像を優先的にっていう話は先ほどの弊社と同じ種族とセットで上げていきましょう。像の種族をバラバラにしてしまうと戦力数値は高くても勝てなくなることが増えていきます。これが戦力が高いのになぜか勝てないプレイヤーが必ず陥る落とし穴の一つです。4番県、王国の剣。ここに注目です。ダメージ増加、全兵士攻撃力増加。このダメージ増加は英雄兵士に関係なく敵に与える全てのダメージ増加ってことです。これやばいよね。システムがバグだと思って修正が入る前にカンストさせましょうっていうのは冗談で、こちらをご覧ください。ここの説明欄に領主のと記載されてます。領主と思ったそこのあなた、そうなんです。これが何かというのは別の動画でお話ししようかと思います。需要があればかな。これ説明にね、時間がかかりそうだからね。どうしよう。いいねか配布が100以上になったら、もしくはコメントが50個になったら、領主の強さについて動画にします。ちなみに私は最弱だけどランキングにランクインできてる私の秘密の一つでもあるから、内緒にしておきたい気持ちもあるっちゃある。決して面倒だからじゃ
ない5番キューン、王国の盾。こちらも王国の剣同様の理由です。ダメージ軽減と全兵士 HP 増加です。次、6番キューン、軍事テント。先ほどの王国の盾にありました全兵士 HP 増加の対となる効果の全兵士攻撃力増加の効果です。サクサク進めます。7番キューン、勲章の伝導です。みんなこれ建物の存在忘れてないよね。意外と存在感がない建物かもですが、こちらは全兵士 HP 増加。王国の盾と同じ効果で王国の盾より先に建設する建物だったと思います。王国の盾と軍事テント、勲章の伝統は均等にレベルを上げることが重要だと思われがちですが、実は自分の戦闘タイプによって変わります。今回の動画には関係がないので、そのお話はまた今度。8番キューン、秘宝の祭壇。この建物は秘宝自体の攻撃力、HP、ステータス変換の増加率となっています。この率はパーセント表記なので、建物のレベルを上げれば上げるほど、戦闘での秘宝効果が大幅に増加されていきますので重要です。ちなみに、種族の専用の秘宝のセットを揃えている人に負けない人もいたりいなかったり、冗談です。私は勝ったり負けたりしますが、6から7割の確率で勝ちますね。意外と勝ってますね。9番キューン、酒場。これも割と忘れられがちでも重要な建物です。酒場の効果で重要なのは英雄無料募集準備時間短縮ではなく、こちらです。全体英雄 HP 増加。こっちが重要です。兵士の強さも重要だけど、英雄自体の強さも重要です。なぜ重要かっていうと、英雄の基礎戦闘力アップはスキルのダメージ数値、回復数値なども戦闘で出せる数値が増加するからです。10番キューン、忘れ去られちゃうランキング1位。冗談です。こちらの建物、鍛冶屋。個人的には重要度は上位かな。効果は装備価値時間短縮の方ではなくて、装備攻撃力と装備 HP 増加。これが本当に重要です。装備は通常の武器と防具のことです。武器については過去に取り上げているので、気になった人は後ほどご覧ください。これで重要な建物10個紹介しましたが、実際問題、どの優先順位が高いのかについてですが、その答えの前に何人かは強くなるのは他にもって思った人のためにお伝えします。わかります。でも今回は建物でのお話なので、研究所や後期研究所は除外しています。そしてさらにお伝えすることがあります。そうなんです。研究所や後期研究所を含めて別の動画でしっかりと研究についての個別の動画を投稿しますのでお楽しみに。予定なんだけども。それでは本編の重要な建物の優先度をお伝えします。これだ。英雄の強さ大なり、兵士の強さ大なり、それ以外。これです。元初代国王の7でした。バイバイ。